でも間違いなく世界一のパパだと思います。自信持って言いますね。確実に。最後までやり遂げるところとか、適当じゃないところ、何するにも全部こだわり持ってやってると思うので、そのあたりはめっちゃかっこいいなと思います。ワクワクしますね。打ちたてのやつ、茹でたてで切りたての麺食べてほしいと思いながら打つ時はやってますね。働き始めたのは高2か高3ぐらいからです。きっかけは普通に多分お父さんからちょっと手伝ってみたいな、多分そんな感じで、私もラーメンめっちゃ大好きなんで、まあラーメンまかない食べれたらいいかなぐらいのノリで最初は手伝い始めたって感じですね。一周入れた。こんなもんやね。そうか、もう一気に入れようか。どういうこと？加水率、これはラーメンの時もそうなんですけど、どちらかというと低加水より中加水、中加水より多加水の方が僕はもう好みなので、うどんだったら絶対に多加水じゃなきゃダメだと思ってて、でそれだけは自分でこだわりたいと思って、50% あたりまでは、よくある話で、それ以上が手打ちで唯一できる技なので、だったらもう機械一切使わない。ミキシング使った時点で加水率55が絶対無理だと思いますので、その小麦粉に合った最大の加水率って、全部違うんですよ。それをちょっと自分の好きな粉で調べて、これで 55% いけるなって判断して、その好きな小麦粉の一番好きな加水率マックスを確認して今入れてます。そうするとふわっとソフトな感じになって、もっちりしててコシがある。コシともち感とソフト感っていうその3つの柱で麺を作りたかったので、だからその加水率にこだわってます。とりあえず1工程です。どうやったら
嬉しいですよね。一緒にできるっていうのはいいと思います。似たような感覚でこう感性があると思ってるんで、同じ温度感でこう仕事のキャッチボールができてるんで、それが一番幸せです。誰かに教えてもらったわけでもなく、自分の中で漠然とただやってきたことを今やってるだけなので、これが正しいかもわからぬまま。だからうどん職人からしたら僕のやり方が間違えてるかもしれないんですけど、このままやり続けようかなっていう、もうまさにそれだけです。ただ毎日お客さんを見たりとか、スタッフ同士でこう意見交換したりとか、これかなっていうところをこうぼんやり考えながら日々やっぱ改善繰り返してますので、そこはお客さんにとっていいサービスできるんじゃないかなと思ってます。何事もなんか中途半端に絶対やらないんで、最後までやり遂げるところとか適当じゃないところ、何するにも全部こだわり持ってやってると思うんで、そのあたりはめっちゃかっこいいなと思います。ゆっくり休める日がもうちょっとあった方がいいんじゃないかなとか心配なところはありますね。逆にお父さんも楽しくてやってるんで、もう仕事と思ってないって常に言ってるし、だからいいのかなとは思うけど、やっぱりたまにそういう休みの日がちゃんとあった方がいいんじゃないかなとかっていうのはちょっと思いますね。部分部分によってはそのまま柔らかくて食べれるところがあって、圧力かけなくてももうホロホロなところがあるんで、それは逆におでんに入れます。ありがとうございます。ワクワクしますね打ちたてのやつ、茹でたてで切りたての麺食べてほしいと思いながら打つ時はやってますね。緊張はしないですね。逆に嬉しいです。なんか作ってある麺を出してるんじゃないよってわかるじゃないですか。ちゃんと目の前で打ってるし、切ってるところも見えるから、打ってるところ見てこれが今から食べれるんだみたいな思ってる方がなんかワクワクしそう。
最初はこの丸くなってる生地を伸ばす。でそれがちゃんと均等に伸ばせるようになるまで練習するみたいなのをひたすらやってました。やっとほんと最近できるようになったぐらいなんで、全然できなかったです。左右で偏った力を入れちゃうんじゃなくて、均等に力を入れながらやっていく。多分均等だったら同じ厚さになっていくと思う。ここの店は1本のその麺の長さとかも多分こだわってやってるんで、そのなるべく長く伸ばしてそれが切れないように、例えば切った後とかも気をつけてこの持ったりとか、茹でる時も伸びちゃわないようにまあ支えながら入れるとかは気をつけてやってます。上がる5分ぐらい前だともっと透明になります。麺が透明になります。これまだ入れたてなんで芯が入ってるんで、加水率 55% っていうのはその透明感ともち感、コシだけじゃなくてもち感っていうのが圧倒的に違います。だしはやっぱりもう西寄りですね。今だったら長崎県とか、高知県のだしも使いますし、まあ、長崎、高知、広島あたりは使ってます。この香りですか。どうします？ある。非常に出汁も大事なんです。出汁も出しすぎてもダメで、出てなくてもダメですよ。でも取りすぎてもダメで。ちょうどいい位置があって、最近はそのみりんに頼ることは一切しないです。世の中の情報は醤油みりんって一般的になってるんですけど、でもそこじゃない気が最近してます。いりこと混合節と仕上げのカツオです。だしは結構効いてると思います。でも間違いなく世界一のパパだと思います。性格的な部分もだし、仕事に対してもだし、
できるとこいっぱいあるし、いいところいっぱい持ってると思うんで、すごいワクワクした感じなんで、いつもすごいなんか楽しんでやってていいなみたいな。あります。お願いします。はい、いたしました。これなみなみです。お願いします。お願いします。かき揚げうどん。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
お願いします。仕上げにちくわと天むす1です。スライス肉。ありがとうございます。うどん屋さんです。ぜひ見てください。美味しそうに食べてくださるお客さん見るとめっちゃやりがい感じますね。もっといろんな人に食べてもらってこの美味しさを分かってほしいというか、もっと大人気なお店になってほしいなって思いますね。もう本当にただ優しいパパって感じですね。とにかくめっちゃ優しいです。喧嘩一回もしたことないですね。自由に育ってもらった気がします。家で普通に2人で飲みながら話すとかはありますね。お酒飲みながらもう本当に夜遅くまでずっと2人で話すみたいな。仕事の話もするし、おすすめのご飯屋さん聞いたりとか何でも話しますね。旅行行ってきた写真見せたり。いつまでも元気でいてほしいですね、パパらしく。変わらずまあいてくれたらいいです。竹内家でよかったと思いますね。自信持って言いますね、確実に。ありがたいです。本当にありがたいですよ。感謝です。こうやって飲食店をこう一緒にやれてるだけで、まあ全てがもう充実してます。それだけで十分っていう。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったですね。いい一日でした。いい一日でした。いい一日でした。本当の手作業にこだわってうどんを作っているので、よろしければ岐阜県の五代さんまでお待ちしております。はい。こんな感じですか。はい、ありがとうございます。